はい、こんにちは。遠藤と申します。はい、Writing Ruby Script with TypeProf というタイトルで発表します。昨日のトリックの時以来2度目の登壇になるんですけども、昨日自己紹介しなかったので簡単に自己紹介をしますと、MAME というアカウント名で、Ruby コミッターをやってます。ストアーズという会社で、働くいわゆるフルタイム Ruby コミッターをやらせてもらってまして、Ruby の開発を仕事として、やらせてもらっています。はい、自己紹介はこのくらいにして、今日とりあえず皆さんにぜひ覚えて帰ってもらいたいことを、アナウンスをします。それはですね、ご存知の方もいるかもしれないですが、本を書いたということです。型システムの仕組みという本を、書きました。これはですね、型チェッカーの作り方を説明する本になります。で、この本を読むと、端的に言えばあなたも型チェッカーを作れるようになります。ということで、ぜひ読んでいただきたい本なんですけれども、ですね、はい。で、ですね、型システムにはですね、Types and Programming Languages という、通称タプルと呼ばれる定番の教科書がありまして、自分は、この本の、日本語版の、翻訳もやってたりします。型システムの仕組みっていう本は、今回僕が書いた本は、実際に型チェッカーを作ることで手を動かしながら、タプルのエッセンスを学べるという感じの本になってます。ですね、最初に、基本的な型システム、難しい型機能がない状態で、説明した上で、それに対して部分型とか部分型付けとか言われる、拡張とか再起型、あとジェネリクスまで、拡張する方法を解説している本になります。この本を読めば、なので、これらの、言語機能を持つ型チェッカーをあなたも書けるようになるというような本になってます。ですね、これですね。で、さっきからちらちら出てるように、タイプスクリプトの本になってます。題材は Ruby じゃなくてタイプスクリプトにしてしまいました。なので、ですね、型検査の対象はタイプスクリプトのサブセット言語だし、型検査機、型チェッカーを実装するのもタイプスクリプトを使ってます。なんでタイプスクリプトにしたかというのはちゃんと理由があってですね、そっちの方が Ruby より売れるんじゃないかと思ったからっていうのはではなくて、ですね、第1級の無名関数があるっていうのがタプルの型システムを説明するのに何かと便利だったんですね。なので、もちろん Ruby でもプロックを使って同じようなことができないわけではないんですけども、あまり普通の Ruby 書くときにプロックばっかり使って、メソッド定義しないでプログラム書くっていうのは普通じゃないので、そんな変なことするよりは、割とその点で自然に書けるタイプスクリプトの方がいいかなと思って、そっちを選びました。ですね、真面目な話としてですね、この本をなんでRuby 会議で説明してるかっていうのは一応理由がありまして、これによってですね、Ruby の型の開発に参加する人が増えたらいいなと思って、今回ちょっと宣伝させてもらってます。今から発表するのはTypeProfっていう僕が作ってる型解析機なんですけれども、別にタイププロフ、もちろんタイププロフに貢献してくれると嬉しいんですけども、Ruby の方に対して貢献してくれる人が増えるんだったら別にタイププロフじゃなくても全然構いません。で実際ですね、この本で紹介している内容って、タイププロフというよりも、スティープやソルベのアルゴリズムに近い内容になってます。なので、実際この本のレビューをですね、スティープの開発者であるソーダロさんとか、あと RBS に貢献してくださっている KSSS さんとかにも、走行を全部レビューしてもらっております。なので、タイププロフに興味がある方はもちろんのこと、他の型検査機に興味がある人も、読んでくれたら嬉しいです。なので、この型検査、この本を読んで、Ruby の、型に、貢献してくれる人を、ぜひ、参加してくださいという内容でした。でですね、2階の Ruby 会議の本屋さんで販売しているとしてたんですけど、もうアベイラブルじゃないんです。売り切れてしまいました。なので、行っても買えないんですけれども、土曜日ぐらいから、公式、ラムダノートっていう出版社の公式通販とかも Amazon でも買えるようになるはずですし、売り切れちゃってるのであんまり意味ないんですけど、サイン会として育っているので、もしすでに買った本で、もし僕に落書きしてほしいという人がいたら、次のブレイク、この発表の直後じゃなくて、その次の30分のブレイクの時に、その本屋さんのところに来てくれれば、喜んで何か書かせていただきますので、よろしくお願いします。はい。なかなか説明してるんですけど、もう一回宣伝してるんですけど、もう一個だけ宣伝です。ストアーズのブースで、IRB 宝探しというのをやってます。正直言うと今回ですね、僕はトリックの準備とこの発表の準備と、あと本書いたりとかで結構手一杯だったんで、この IRB トレジャーハント直接、実装してるわけではないんですね。
本当にプロトタイプとネタ出しだけをやらせてもらって、あとはですね、上司であるホゲログさんというストアーズの VPOE にですね、実装してもらいました。いや、立場が明らかに逆なんですけども、大体の実装はホゲログさんによってやってもらっています。あと、キーノートスピーカーである今泉さんも、ネタをいくつか出しています。いう感じなので、ですね、ここで QR コード出してないんですけど、ちょっとスマホでこれを遊ぶのはちょっと難しいので、できれば PC のブラウザで開いて、遊んでください。そうすれば、ブラウザの中でですね、IRB が立ち上がってきます。ブラウザの中で動く IRB が RubyWasm の上で動くようになってます。で、そしたら、その IRB ちょっといろいろ改造されてて、宝探しのゲームができるようになっているので、それをうまいことやって、宝を見つけていただけると、1個でも見つけたらブースに来ていただいて、それを言ってもらえると、ちょっと景品がもらえたりしますので、もし興味ある方はぜひよろしくお願いします。はい、すごく宣伝が長くなってしまったんですけど、本題に入ります。タイププロフの話を、していきます。ですね、タイププロフとは、現在開発中の Ruby の、エディターの支援機能です。もちろん型に近い感じの解析をするんですけども、一般的な型解析機のアルゴリズムとは結構大きくかけ離れた、複雑なというか、独自のやり方をやっております。なんですけども、ユーザーレベルで見える挙動としては、型エラーの可能性が、エディター上で示されたり、定義ジャンプとかメソッド交換とかしたりできるものになっています。で、同様のものにはスティープとかソルベとかあるんですけども、タイププロフの特徴は、すべてのメソッドに型定義を必ず書かないと何もできないみたいな感じにはならない。もちろんスティープも完全に何にもできないわけじゃないんですけども、結構制限されるのに対して、タイププロフは、複雑な、高度なアルゴリズムを使って、ある程度の推測をやるようになっているので、あんまり形を着なしで、そういう機能が実現できるというのを目指して作っているものになります。ですね、デモをしたいと思います。見えてるかな？小さすぎますね。これがですね、VS コードのアップス。ですね、VS コードの上でタイププロフ拡張を入れた状態で、タイププロフ自身のソースコードを、開いている状態になります。ですね、こんなふうにメソッド定義の上のところにぼやっと表示されているのが推論された型になります。でこの ParsRB っていうメソッドは、ストリングを2つ受け取って、プログラムノードっていう、クラスのインスタンスを返す。ハテナがついてるのですね、もしくは、nil ですね、を返すというふうに推論されているのが、わかります。どうやって表示されているか、どうやって推論されているかというとですね、呼び出し元から何が渡ってきているかというのを頑張って解析してるんですね。この ParsY というところの GoToReferences ってやると、この ParsY を呼んでいるところにジャンプできます。ここでですね、パスとコードが渡ってきている。で、これはまたこのメソッドを呼んでいるところに、同じようにですね、ストリングハテナを渡しているというのが分かると。ちょっと違うのは、コードのところにストリングハテナなので、ストリングまたはnilがコードに渡されてきてるんですけども、結構賢くてですね、こんなふうにですね、コードがnilだったら、ファイルリードパスっていうので、実にストリングを、作ってコードに入れるということをしているので、ここのコードは、ハテナじゃなくてちゃんとストリングそのもの、nilの可能性はここでなくなったよというのが出てます。こっちの方だとね、まだnilの可能性があるというふうになってるみたいな感じで、結構賢く解析してる感じです。あと GoToDefinition ですね。すると元に戻れる。メソッド定義の、本体の方に飛ぶというのもできるようになってます。返り値の方の推論はですね、プログラムノードハテナって言ってるんですけど、基本的には、こんなふうにプログラムノードニューってやってるので、これがプログラムノードのインスタンスを返すっていうのが推論できてますし、あと、どこだこれですね。リターンnilっていう、条件分岐でリターンnilっていうのがあるっていうのが分かっているので、このところで、nil を返す可能性もあるよっていうのを、判定しているというような形になります。ですね、あとは、なんだろうな、型エラーを起こすと、エラーが表示される。例えば、すごい雑な例ですけど、なんか cref っていうクラスのインスタンスには定義されてないプラスっていう、メソッド呼び出しですね。ちょっとあんまりプラスがメソッド呼び出しとかっていうのを知らない人みたいにもうちょっと分かりやすく、なんか例えばフーとかアープスどこに行きましたかね。これか。あれどこ行った？どこ行った？迷子になりましたが、
これの定義ジャンプをすれば戻れるね。はい、ここですね。すみません。foo の、メソッドを呼んでるけれども、なんかちょっと不思議なことを言ってるな。どっかでfooの定義があるっぽいですね。デバッグの中に残ってるのかもしれないです。いずれにせよなんか、引数を受け取るメソッドなのに引数を渡してないというエラーが出てたのが分かりますし、あとですね、さっきもちょろっと言ったんですけども、でかすぎて見にくいですけど、メソッド名の保管とかも出てます。でこんなサイズで普通使うのに分かんないですけど、本当はここに型も出てます。ちょっとこれの表示は改善の余地があるんですね。はい、というような感じです。あとはですね、自動リネームとかも結構できたりします。例えばこのトップレベルっていう定数を、なんか分かりやすい2とかなんか適当につけると、もちろんここは書き換わるんですけども、ですね、ちょっとごちゃごちゃしている。なんか定義ジャンプが反応が悪いですね。ちょっと待ってくださいね。こういう時は再起動をするんですけども、これでそうですね。はい、すみません。呼び出し元の方もちゃんと222っていうふうに変わっていると。でこっちの方で今リネームしたのをトップベルっていうふうに戻すと、さっきのどこだこれかな。こっちの方で先リネームしたのがちゃんと元に戻っているというのが分かると思います。ですね。今回なんかこれ割と前回説明したのと同じようなデモになっちゃってるんですけども、あんまり分かりやすい見た目に分かりやすい進化がないというかあれなんですけども、一応説明しますとですね、今まではですね、Ruby ファイルへのこれ今定義ジャンプをしたんですけども、これはRuby のメソッド定義のところのジャンプ先を表示してるんですけども、それ以外にRBS の宣言の方もですね、ここに宣言があるよというのを、表示できるようになってます。これ RBS ですね。このコアのサービスの中にアップデートファイルっていうメソッドの型定義がされているっていうのが分かります。これ別にあえてデモのためにこんなふうに、RBS を置いてみてるんですけども、こんなふうに RBS の定義の方も宣言の方も、定義ジャンプで飛べるようにしたというような感じです。でこれデモのために動かしてるだけじゃなくて、一応タイププロフの開発自身で、自分自身でドッグフーディングして使っている例で、タイププロフのコードって今ちょっとずつ増えて9,000行ぐらいあるんですけども、今こんな感じで動いているというような感じです。本当はですね、タイププロフ以外のタイププロフでデモするのこれで3回目になるので、他のもうちょっとシナトラとか、もしかできたらレールズアプリとかでデモしたかったんですけど、ちょっとそこまで全然間に合わなかったので、今回はこんな感じのデモをさせていただきました。はい、というような感じです。今のでデモの内容は紹介しました。はい、という感じでした。ですね、前回の Ruby 会議ではですね、そのタイププロフのグッドファーストイシューズ、貢献しやすいポイントをご紹介しまして、それによって100件以上、プルリクエストをいただけました。コントリビューターの皆さん、本当にありがとうございました。あとですね、進捗としてはですね、昨年の発表の時点ではですね、Ruby の本当にタイププルフが使っている文法しかサポートしていないというのは、ハリボテのような状態だったんですけど、一応、Ruby の文法の一通りの、シンタクスをサポートできたつもりでいます。正確に言うとですね、その後でサポート漏れがあることはやっぱちらほら分かってたりしますが、でも、その、パターンマッチの構文を一応一通り暫定的な対応はしたので、その、タイププロフの異常終了が、起きることはだいぶ減っていると思います。適当な Ruby スクリプトを食わせても、タイププロフが異常終了することはあんまりなくなっている。実際 Ruby に添付されている標準ライブラリ全部タイププロフに食わせてみたんですけども、全部、落ちずに解析できるところまでは確認しています。あとはですね、タイププロフ .wasm っていうのを作ったりしました。これは面白半分で作ったんですけど、RubyWasm の上でタイププロフが動くようになってます。なので、この URL を叩いてもらうと、ブラウザの上で動くタイププロフが見える。ちょっと古いバージョンなんであれですけども、動くようになってます。あとはですね、実用性を高めるための細かい改善をいくつかやったとか、一つですね、すごく手強かったアルゴリズム上のバグが、実際に2つあったんですけど、今回1つだけちょっと紹介してみたいと思います。タイププロフの開発やってるとどんな難しいバグに出会うことがあるのかみたいな話をちょっと紹介したいと思います。
で今日はこの最後の2つのところに、絞って紹介していきたいと思います。で、ですね、これからの流れとしては、タイププロフの使い方と、その上でどういう改善を最近やったかっていう話をします。あとは、その難しかったバグの話ですね。Ruby のコンスタントがいかにやばいかっていうのをちょっと紹介して、最後にまとめというふうにしたいと思います。ですね、タイププロフを、あなたのプロジェクトで使うために必要な、現時点で必要な手続きはこんなふうになってます。まずは何はともあれ VS コードの Ruby タイププロフプログリンを、エクステンションというですかね、を入れていただくことになります。ちなみにカーソルでも動くのを僕は確認してます。あとはですね、それからですね、プロジェクトのトップのディレクトリのところに、この typeprof.conf.json、もしくは JSON-C でも構わないんですけど、っていうファイルを置いてもらって、中身を、これが最低限書いてほしいことですね。typeprof バージョンエクスペリメンタルというのを今書いてもらえば、動くようになってます。このファイルがないとですね、typeprof は一切動かなくなっているので、とりあえずこの拡張入れておいてもらって、他の、タイププロフで遊ぶつもりがないプロジェクトを開いたときに、なんかいろいろ出てきてめんどくさいみたいなことはないくなっている。現時点では止めているので、なっていると思います。関係ないプロジェクトに迷惑がかけたりしないようになっているので、気楽にインストールしてみてもらえればと思います。あとはですね、そこまで言ったら、VS コード、このファイル作っただけでいい感じに認識しないのですみませんけど、VS コードを再起動してもらって、あとは、うまくいくことを願うみたいな感じですね。もし動かなかったときには、コントリビューションチャンスだと思って、考えてもらえば、前向きに捉えてもらえればと思います。正直動かないこともあるかもしれないんですけども、そんな感じです。で、ですね、もし、本当に動かしてみたいっていう、興味が持ってもらえた方は、去年の僕の Ruby 会議の発表資料を探してみていただくと、もっと詳しく、どんなふうに、セットアップすればいいかという話が書いてあるので、それを参照していただければと思います。はい。で、最近の拡張2つ紹介しますと、今の、設定ファイルの中にですね、このダイアグノスティックシビアリティっていうのと、アナリシスユニットディアズっていうの2つ、書けるようになっています。これをちょっと今から説明していきます。1つ目の話は簡単ですね。ダイアグノスティックの深刻度を設定できるようにしました。これは本当しょうもない話といえばしょうもない話なんですけども、正直言って現時点のタイププロフって、フォルスポジティブがいっぱい出ますし、つまり本当は間違いじゃないのにタイププロフが、エラーだよって警告してしまうところがいっぱい出るし、どう書けばそれをうまく抑制できるかっていうのの答えがないところも、正直結構あると。で、もちろんそれは僕が改善していかなきゃいけないんですけども、短期間にごそっと解決できる問題では全然なくなっているので、とりあえず短期的な解決策としてですね、簡単に言えばエラーを隠すための機能を作ってみました。デフォルトではですね、こんなふうに、なんか引数1個のメソッドを2つの引数で呼び出していると、ここに赤線で出ると。エラーですね。これは赤線はエラーを指しています。これ VS コードでの表示をお見せしていますけども、これが、エラーなんですけど、深刻度をですね、ウォーニングに下げると、黄色になる。インフォに下げると、ブルーになって、ヒントになるとですね、なんか点々点で、ここの辺をクリックすると、エラーの内容が見えるようになったりするし、あと、なんてのを選ぶともう完全に消えるような感じですね。大したことないというか、なんか本質的でない機能を偉そうに言ってるっていう感じではあって、全然ダメじゃないかっていうお叱りもあるかなと思うんですけど、今すぐやっぱフォルスポジティブを消すのは難しいということで一旦入れてみました。で、実際これ自分で使ってみているんですけれども、意外とですね、手前味噌な感じではあるんですけど、エラーからウォーニングに落とすだけで気になる度がだいぶ下がったので、下がっていいのかっていう話はあるんですけど、実用的にはちゃんとなっているかなと思います。ウォーニングでもですね、その VS コードのプログラムタブに警告がいっぱい並んでしまうので、それも嫌な人は確かヒントまで落とせばプログラムの一覧には載ってこなくなると思うので、そんな感じで使ってみてもいいと思います。これはですね、スティープにも似たような問題はやっぱりあって、すでに開発されている既存の Ruby プロジェクトにスティープを導入するってなると、いっぱいエラーがいっぱい出て大変であると。で、既存のプロジェクトのエラーを潰していくっていうのは、やっぱり短期間では難しいということで、
スティープにエラー検査をしてほしいわけじゃない、保管とかを使いたいんだっていう人がですね、エラーを非表示にする機能を要望して、スティープには実際それに入ってるんですね。で、それで、保管だけを使うっていうのが、実際に結構うまく回ってるという話を聞いたので、それを真似して実装してみたら、意外といいなという感じになりました。はい。もう一つの方が作るのはだいぶ大変だった話で、解析単位っていう概念をちょっと導入しています。ですね、タイプロフの解析方法って、さっきも言ったみたいに呼び出し元を探して呼び出し元から何が渡ってくるかっていうのを、推論して、その各メソッドが何を受け取るかっていうのを判定するというやり方なんですけども、どうしてもやっぱそのやり方って大きなプロジェクトになっていくほど、スケールしなくなってくるんですね。スケールしないと言ってもタイププロフが9000行あって、さっきぐらいのデモでそんなに動いてはいるので、そのくらいならまだなんとかなるかなと思ってるんですけど、それこそ10万行とかになってくるとさすがに本当にどうしようもないだろうなっていうのは今のところ見えてる感じです。で、それに備えてですね、簡単に言えばディレクトリごとに解析を分けるという機能を実装しました。図でちょっと説明しますとですね、デフォルトでは解析単位がプロジェクト全体一つしかない状態になってて、これ左側がこれタイププロフ自身のドッグフーディングの様子をちょっとお見せしてるんですけども、さっきちらっとお見せしたコアのサービスっていうクラスにこのパスのファイルがエディターの編集とかによって、こういうテキストに編集されたよというのをどんどん通知するメソッドになってて、こっちの方は、LSP サーバー、つまり VS コードと通信するサーバーの機能を実装しているところで、その中で、このコアのサービスのアップデートメソッドを、キーが打たれたり編集されたりするために呼ぶっていうような構成になっています。でここのところでこれは例なんで分かりやすくストリングを明らかなストリングを2つ渡しているんですけども、こんなふうに渡しているから、これとこれはストリングを受け取っているなみたいなのを推論するというふうになっています。で、なので、プロジェクトが大きくなってくるとこのグラフがどんどん大きくなってしまって、スケールしなくなるというのは正直見えているというような感じです。なので解析単位というのを分けることによってこの間の推論を止めることができるようになってます。さっき言ったように、さっきの関係そのままなんですけど、ここからここが呼び出されるのでストリングを渡すっていうのは、解析単位を分けると勝手に推論されなくなるというふうになっています。なので、この一個一個の単位がそれこそ9000、1万とか、大きくても10万行ぐらいとかの規模であれば、それぞれ現実的な速度で動くというような感じになっています。で、推論されないと困るのでどうするかというと、結局ですね、これ手で書くしかないかなと思っています。RBS については、各解析単位の間で、共有して、参照されるようになってますので、こんなふうに、ですね、さっきのサービスのアップデート、これファイルじゃないですね、アップデートメソッドの型を書いてもらって、こっちのアップデートから、型定義に書かれている、アップデートの、メソッドに渡す型で合ってるかをチェックするし、あと、定義の方もですね、こういうふうに RBS が書かれてたら、このパスっていうのはストリングであるし、このテキストっていうのはストリングであるしっていう情報を受け取った上で解析するようになっています。はい。で、型を書かないと言ったくせに型を書かせるのかっていう話なんですけども、私の意見なんですけども、全てのメソッドに型を書くっていうのは現実的じゃないと思いつつも、プロジェクトの例えばディレクトリ単位ぐらいでは、書いた方がいいんじゃないかと正直思っているところはあります。ディレクトリ単位をまたがるようなインターフェースは明示的に宣言するのはそんなに悪くないんじゃないかなと思っています。現実的な例で言うと多分 GEM の単位であるとか、あとはRails アプリだったら最近パックワーク使ってる人が多いと思うんですけど、パックスの単位とかで解析を分けて、その間でまたがるようなメソッド呼び出しについては型定義を書いてもらうという形がいいかなと思って今はいます。実際のところタイプロフがどのくらいスケールするかってまだ、十分実験はできてないので、ひょっとしたらまだ10万行を超えてもまだいけるじゃないかっていう、最適化次第ではあるんですけども、なくはないんですけども、とりあえずこういう機能を実装してみたというような感じになってます。はい。で、最後にですね、タイプロフの難しかったバグと、どのようにハンドルしたかを、話していきます。問題自体を説明する前にですね、Ruby の言語仕様の背景をちょっと説明しないといけないんですね。
そもそもの話として、Ruby の定数探索って非常にややこしいんですよ。どのくらいややこしいかっていうと、昨日のトリックでお見せしたみたいに、ペンさんの作品にあってですね、定数探索を利用してフィズバズが書けてしまうぐらいややこしいっていう、ややこしい。何がややこしかったかっていうとですね、定数を探すのに形状が関わってくるんですね。ここにですね、フーっていうのがあるんですけども、定数フーがあるんですけど、これが何を参照するかって、パッとわかりますかね。とりあえずまずは C コロンコロンフーがないかを探しに行きます。さすがにこれはここの、コンテキストだから分かりますよね。自然です。で、次にじゃあ普通の言語だったら多分 B を探しに行くかと思うんですけども、実際にはですね、これ、モジュールの方から探しに行くのが先に走ります。とか、その次にスーパークラスですね、P。で当然スーパークラスは最近的に辿っていくので、Q の方も探す、この順番で探していくという形になります。で、これがどれも見つからなかったら、さっき期待したように、B の方を探して、それもなかったら A の方を探して、あとはトップレベルのフグを探すという順になってます。これちょっと面白いのがですね、B のスーパークラスである Z の方は探しに行かれないようになってます。なんかこれは最適化というか、パフォーマンスがここまでやると遅すぎたのでやめたみたいなのをかつてマッツの話として聞いたことがあります。はい。でですね、これが何が大変かっていうとですね、タイププロフの解析機で定数解決するのがすごい難しいんですよね。例えばこんなふうにマイアップっていうのがストリングニューっていうのがあったら、普通これ見たらトップレベルの普通の組み込みのストリングだと思うじゃないですか。なんですけども、解析機が他のファイルを読み進めていったところ、こういう定義があったってなった時にはですね、このストリング間違ってたわって、マイアップのストリング、マイアップコロンコロンストリングを実はこっちは参照してたわっていうふうに、なってしまう。もっとめんどくさいのは継承ですね。マイアップの中にインクルード M っていうのがあるだけなんだけど、さらに M の先にクラスっていうの、ストリングクラスっていうのがあると、これはやっぱりこっちだったわっていうふうになっちゃうという感じに今は、なってます。で、タイププロフがどうしてるかっていうとですね、とりあえずこのファイルをまず見たときに、ストリングは暫定で、トップレベルのストリングだろうと仮定するんですけれども、その後で解析進めてっていう別のファイルの中にこの定義があったっていうのを見つけたら、このマイアップの中にある、ストリングっていう定数参照を全部再解析するっていう級に入れるようになってます。なので、これ間違ってたわってなって、マイアップこのストリングがこいつは参照してたわっていうのが分かるようになっていると。インヘリタンスを持ってややこしくて、ここでインヘリタンスがあったわってなったときに、マイアップの中にある定数参照すべてをですね、再解析しなきゃいけないみたいなのを、割と真面目にやってます。でですね、ここですね。で、これで大体うまくいってたんで、できたって思ってたんですけど、今年になって、アルパカ隊長さんっていう、コントリビュート結構、1番か2番ぐらいにコントリビュートしてくれてる方から、バグ報告がいただきまして、こういう構造ですね。M という名前のモジュールの中に M というモジュールがあるときに、インクルード M をすると、これ無限ループになるっていうバグ報告が、解析機が無限ループになるんですね。困ってしまうんですよ。何が起きてたかっていうとですね、こういうのがあったら、とりあえず暫定で M はトップレベルの、外側の M を参照していると、コロン M を参照していると、進めるんですけど、このインクルード自身がですね、マイアップの継承をいじってしまうので、マイアップの中にある定数を再解析しろっていう指示が走ると。それは、で、このインクルード M の M 自身がですね、このマイアップの中にあるんですね。でそうするとですね、これが、再解析されると。で今度は、もうすでにインクルードされている前提の上でこれを再解析するので、このスコープではこれが見えるはずだというご判定してしまうと。なので、このインクルードは実はこの内側の M コロン M を参照していたんだっていうふうに誤解して、インクルードし直すと。インクルードし直すと、マイアップの中の定数をもう一回再解析するんだっていう指示が走って、それと今度の M ももう一回再解析しなきゃいけないと。そうするとですね、この内側の M をインクルードしている状態だと、なんかその中に M は特にないので、この外側の M が、やっぱり正しかったんだっていうふうに思ってしまうと。で、そうするとですね、これ元の状態に戻るんですね。なので、この解析機がこういう順番に走って、ぐるぐる回ってしまうという状態の問題になってました。でですね、ちょっと面白いのはですね、この問題、タイププロフだけじゃなくてね、RBase リナインにも無限ループではないんですけど、同じような問題がありました。ちょっと形は違うんですけど、こんなふうに書いたときに、Ruby のセマンティクスだと、こっち側の M は内側の M を参照するんですけども、RBase インラインでは外側の M を参照してしまうっていうので、端的に言えば、スティープで型チェックが通っても、実行時にやっぱり、型エラーが起きるみたいな問題があったという形になっています。
で、どうしようかとかなり、宗太郎さん、RBS 作者の宗太郎さんとも、RBS インライン作者の宗太郎さんとも話してたんですけども、継承儀をたどるというのはやっぱ無理があるんじゃないかなというのが、今の結論になってます。でですね、なので、もう継承儀をたどるというのを、特にインクルードのキスに関しては諦めるっていうことを、することにしました。そうしたらさっき無限ループになってたこの内側の M に参照してしまうという状態をせき止めることができるので、インフィニットループはなくなったというような感じになってます。で、ちょっと分かりにくかったと思うので、一応確認しますと、こんなふうに書いてる時にですね、この X の参照ってこのインクルード M の、継承による、定数スコープの参照に依存しているような状態になってるんですけど、こういうのを書いてしまうと RBS インラインでも困るし、タイププロフの解析でも、思ったように、解決されないので、そういうケースがあるときには申し訳ないんだけれども、フルパスとかうまいことをして、回避してくださいというふうになると思います。これはRBS インラインの方でもこういうふうにするしかないねっていうのを宗太郎さんと話して言ってるので、RBS インラインを使う人も、気をつけていただければと思います。はい、ちょっと時間が押してしまったんですけども、タイププロフ、ちょっと自分に甘い評価ではあるんですけども、徐々に実用段階に近づけてきていると思っているので、改善しなきゃいけないところは山ほどあるんですけども、お時間ある方は自分のプロジェクトで試してみていただいて、動かなかったらバグ報告でもいいですし、できればコントリビューションとかをお願いできればなと思ってます。あと最初に言った大切なことなんですけども、本ですね。もう売り切れちゃってるんで、そこで宣伝してもしょうがないんですけども、一応、売ってるので、オンラインでも構わないので買っていただければと思います。はい、以上です。すみません、遅くなりました。